Hey guys, it's Ayano. So today I want to share my experience of coming back to Japan during this coronavirus craziness. Honestly, I was kind of worried and scared before I was coming back here because when I checked online, many people said different things, and some people said PCR check is very painful. And even though the government said they booked the hotel for people who are coming back, but I still saw the pictures that people posting, and they were sleeping at the airport overnight. So I was not sure what was going to happen or what was going on. So I was very scared. But then here I am. I went through everything. So today I want to talk about everything, like share the experience. So for people who planning to come back or thinking to come back, it might be useful for them. And so yeah, and then this information, I think it's more useful to Japanese people. So today's video, I'm gonna talk in Japanese and I'm gonna put subtitles here in English, so you guys do know what I'm saying. So yeah, let's just get started. はい、ということで皆さんこんにちは、綾乃です。今日は私が3日前にそのベルギーから日本に帰国したんですけれども、その時の経験談をシェアしたいと思います。で、インターネットでさまざまないろんな情報が流れていて、私自身もちょっとどの情報が最新なのかとか、どの情報が合ってるのかっていうことがちょっとすごい分からなくて不安になったので、私のこの情報は4月27日現在の情報ということで、情報をシェアしたいと思います。なのでまた来月帰ってくる方はもしかしたらちょっと状況が変わってるかもしれないですし、4月頭に帰ってきた人たちとまた私が言うことがちょっと違うかもしれないんですけれど、これはもう本当に4月の最後の週はこうだったっていう感じで、聞いていただけると幸いです。はい。で、じゃあまずフライトですね。私は、ベルギーからドーハ経由で、帰ってきたんですけど、カタル航空さんを使いました。で、まずベルギーのそのブリュッセルの空港なんですけど、もう誰も一人もいなくて、ほんと多分空港があんなに人がいないっていうのをもう人生で初めて見たぐらい誰もいなくて、で私が着いた時点で、フライトが2つあったんですけど、そのドーハに行く便と、あともう一つはフランクフルトに行く便があって、で、私のそのドーハまでの便は、なんと搭乗者の人数が私を含めて8人しかいませんでした。なのでゲートとかをボードに書いてあるゲートまで歩いてても誰もいなくて、これ本当に合ってんのかなっていう、もう常になんか不安でなんか飛ぶのかな、キャンセルされないのかな、なんか誰もいない怖いっていうのがすごいあったんですけど、8人しか乗ってなかったんですけど飛行機は飛びました。もうカタール航空さんにもう感謝しかないですで、フライト自体はそんなに他のフライト、今まで乗ってきたフライトとそんなに変わりはなくって、フライトアテンダントの方も普通に制服を着ていましたし、機内サービスも普通にありましたし、ただその飛行機の一部分しか開けてない感じで、もう前のトイレから後ろのトイレのこの部分だけっていう感じでしか開いてなくって、でこの中だったらもう、好きなように座っていいっていう感じでした。でフライトアテンダントの方もフライトアテンダントの人数と多分乗ってる人数が同じぐらいだったので、なんかもう一人ずつ挨拶に来るっていう感じで、なんかもうビジネスクラスみたいな扱いをされてました。はいでそ
そうですね。でドーハについて、やっぱドーハはその多分カタール航空だと結構経由が多分そのドーハになると思うので、ドーハにある空港は結構割と人はいました。多分それでも普段と比べると少ないとは思うんですけど、結構人がいて、ドーハから東京の便は多分30人ぐらいは乗ってたんじゃないかなと思います。結構やっぱ子供を連れた方、その家族の方が多くて、まあ荷物も結構多そうな感じだったので、赴任先からこう帰るのかなって思ってたんですけど、ただそのドーハから東京の便はなぜかフライトアテンダントの方たちがみんな防具服を着てました。もう完全にメガネとかもつけてもプラスチックのシールドがかかってる感じでした、皆さん。それはちょっと異常な光景だったので、ちょっとだけビデオを撮ったんですけど、はいでフライトはそうですね、フライトも別にでも機内食とかも普通に出ましたし、普段のフライトとはそんなに変わってはなかったです。で、空港に着いてからなんですけど、私たちのフライトが6時40分に到着して、で私はもういろんな情報を見てたので、こっから多分3時間は空港、その飛行機内で待機しないといけないんだろうなって、結構そうやって書かれてる方が多かったので、もうそれ覚悟でいたんですけど、私は、30分で飛行機から出られました。てかもう30分でみんな飛行機にいるみんな飛行機の中から出られました。なんか最初はその実家とか、家で待機する人たちが呼ばれて、あと家族の迎えがある人とか、そういう人たちが呼ばれて、その人たちが先に出て行って、でその後にホテル滞在する予定の人たちが呼ばれて、で私はそのホテルに滞在する予定だったので、その校舎の方で待ってたんですけど、30分後ぐらいに「はい、もう出ていいですよ」っていう風に言われて、で成田空港内に入りました。でただ怖かったのは、その次にどこへ行く、次何するっていう情報が全くなかったので、実際今自分たちがなんかこう次何するのか、次どこに行くのかっていうのは全然分からなくて、それがちょっとなんかもうちょっと明確な指示があった方が、なんかね、長いフライトで帰ってきてどうなるかも分かんないっていうので、やっぱ怖いのであった方が嬉しかったんですけど、そんな感じで、はい。で最初に空港に入って、一番最初に検疫の方たちに、自分がどこに滞在するのかとか、あとその滞在中にその最初はその政府が指定したホテルに行かないといけないので、その時にしちゃいけないことの説明だったりとか、そういうことの、連絡先とかを書いて、なんかそのテスト結果を、もしかしたらその市町村なんかにシェアするかもしれないですよ、それに同意してくださいみたいなこうペーパーとかをサインして、で熱を測られて、でその後 PCR チェックでした。で PCR チェックなんですけど、結構皆さんなんか痛いっていう方多かったんですけど、あんまりそんなに痛くはなかったです感覚で言うと、なんか水で溺れて水に花が入った感じの痛さ、なんかこうキーンってするような痛さでも3秒ぐらいピュンって入れられるだけなので、痛ってなるんですけど、そんなこう私はそのなんか涙が出るような感じの痛さでは全然なかったです。それでそのテストが終わった後にまたちょっと待機して、でまたどっか行きますよっていうので連れてかれて、で次はカバンをピックアップ、その荷物をピックアップして普通にいつも通りの入国の手続きをするっていう感じでした。で入国の手続きが終わったらまた「はい、ついてきてください」っていうのがあって、で次ついてったら
私ツイッターとかでめちゃめちゃ見てたんですけど、段ボールのところでした。なんか段ボールでこうルームが作られてるみたいな。はい、そんな感じでその段ボールのところで、30分ぐらい待機でした。でその間に荷物をこう実家に送りたい人とか、多分ホテルに送りたい人とかは、荷物をそうやって送る手続きをしていいよって言われてたので、私はなかったんですけど、まあ、何人かの方がそうやって言ってました。でその30分ぐらい待った後、やっとまた移動の指示があって、ホテルに向かいました。でそのホテルまでのバスの中なんですけど、ビニールシーツがもう全座席とか窓とかにも全部かかってたので、もう外が全く見えなくて、もうどこに連れてかれてるのかもう分かんないっていう状況でしたね。で、ホテルに到着した後、一人ずつ部屋の番号が書いた紙を渡されて、でもう一回そのホテルの中に入ると、もうどこにも2日間その結果が出るまでは出られなくなるので、例えば私とかだったらそのコンタクトを使ってるので、そのコンタクトの液だったりとか、あと女性とかだとそのホテルのやっぱシャンプーとかだとその髪が合わないっていう方だったり、洗顔料とか多分その必要なものはもうその現地出る前に買っておいた方がいいと思います。もう私もちょっとそれはなんとなく、私はもうなんかまさかホテルに連れてかれると思ってなかったので、もしかしたらその空港で寝るかもしれないっていうのを前提で帰ってきたので、もう全部そういうものはその現地にいる間に買ってこっちに戻ってきました。でまあ本当にその後は結果が出るまでもう部屋でひたすら過ごすんですけど、まあインターネットもあるしテレビもあるので、そんなにこう別に苦痛では全然ないです。でお弁当とかもちゃんと用意してくれるので、まあ朝7時と多分12時ぐらいと5時半ぐらいにもうで結構大きめの放送が鳴って、そのお弁当とかを全部ドアノブにかけてくれるので、なんか今からドアノブにそのかけに行くので部屋からちょっと出ないでください、ドア開けないでくださいっていうのと、その終わった後に終わったのでご飯取ってくださいっていう放送が鳴ってるので、その後こうご飯を取って、で終わった後はそのゴミも外の廊下に置いていくっていう感じです。で結構ご飯の量が多くて、なんかそのホテルの滞在中にこれはしないでください、部屋でこういうことしないでくださいっていう紙の中に、冷蔵庫を使わないでくださいっていうのがあって、冷蔵庫は使っちゃいけないので、その食べられなかったものは全部その腐ったりすると食中毒が起こるので全部捨ててくださいっていう風に書いてあったんですけど、まあ私はなんか時期も時期だったのでそんなに暑くなかったのと、まあ、もったいないなと思ったのでおにぎりとか、その後ホテルだったので結構取っておきました。だから空港を降りてから飛行機降りてから実際にホテルまでかかった時間は約3時間でした。その結構いろんなところで6時間だったとか7時間だったとか5時間覚悟してくださいっていう風に見てたんですけど、私の場合は3時間で全部済みました。だけどまあこれがだから私のフライトがやっぱ人数が少なかったのかもしれないし、その時間帯も他のフライトと被ってなかったからだったのかもしれないので、今帰ってくるとみんな3時間ですよとは言えないんですけど、まあ、そんな6時間とかかかんなくて3時間で、まあ、ホテルにちゃんとついているっていう感じでした。で、結果なんですけど、やっぱ結果その PCR 検査の結果が出るまでに1.5日ぐらいかかりました。その着いた27の夜についてテストを受けて結果が出たのが29の朝だったので、
1.5日ぐらいですね。で朝8時ぐらいかな、自分の部屋にこう電話が鳴って、テスト結果が出て陰性だったので、もうちょっと出て大丈夫ですっていう風に言われて、で、その政府が指定したホテルから、バスを出してくれるので、そこからその自分がもし例えばホテル予約とかしていたら、そこまでの移動は心配しなくても大丈夫です。で、バスが多分2台出ていて、1台目のバスは成田空港へ戻るバスなので、成田空港から例えばレンタカーをしてる人だったりとかはそれに乗って成田空港へ戻ることができますし、もし私は成田駅周辺のホテルを取っていたので、そういう方は2個目のバスに乗るとその自分が滞在しているホテルにこうバスが回ってくれるので、大丈夫です。で、ただその検査結果が朝8時とかに出て、そのバスが朝10時ぐらいなので、ホテルって大体3時チェックインじゃないですか。なので3時チェックインにしてるとちょっと時間がこう空いてしまうので、そこはつけた方がいいかなって思います。私はなのでもうアーリーチェックインで11時に入れてもらったんですけど、同じホテルに滞在している方はなんか3時まで待ってる方とかもいました。だからまあどっちでもいいと思うんですけど、もし早めにホテルに入りたいんだったらアーリーチェックインでちょっとお金はかかるけど、お金払って入ってもいいと思いますし、お金ちょっと払いたくないっていうのであれば、多分荷物とか預けて結構ロビーとかに行っていいですよって言われてたので、それもちょっとホテルごとに違うと思うんですけど、そういう方もいたので、はい、ただそこは朝結果が出て、だいたい朝に連れて行かれるというか行く感じになるので、でもこれももしかしたら朝到着した便で帰ってきた人になるとまたちょっと話が違うかもしれないので、私のフライトは夜に日本に着いてたので結果が2日後の朝だったんですけど、またもしかしたらちょっと違うかもしれないです。はい。で、今はホテルに到着して、2週間の自主隔離をしている状態です。で、なんかあと他にも結構ネットで日本の空港はもうこうそのディスタンス距離とかを取らずにこうなんか詰めろって言われたとかっていう情報もあったんですけど、なんか結構椅子とかもちゃんと間隔空いてたので、今は多分始まったばっかりの頃はもしかしたらねちょっとそういうことまで気をかけられなかったのかもしれないんですけど、今は割とちゃんとこうというよりももしかしたら帰ってくる人たちが滞在していた先がもううるさかったから、もう自然とこう距離を空けるようにしてたっていうのもあるかもしれないんですけど、私もやっぱベルギーにいた時はもう例えば道とかこう歩いててちょっとでも人と近くなると警察がこうなんかねこうやってなんか距離空けろみたいな感じで叫んでたりとか、銃を持った軍の人とかが結構ブルセルの街とか歩いていて、多分なんかあるとこう撃たれるとは思わないんですけど、ちょっとそれぐらい真剣なんだよっていうのを見せてるんだろうなとか、やっぱ結構しっかりやってる感じだったので、日本のそういう写真とか動画とかを見て、いやもう考えられないっていう感じだったんですけど、今はちゃんと空港もなんかもうちょっとしっかりこう距離とか空けてる感じはありましたし、なんかそんなにネットで見てた時よりもやっぱよくはなってると思うので、そこまでなんか心配はしなくても大丈夫かなと思います。ということで、これが私の体験談でした。なので今後日本に帰国される方だったりとか、帰国を考えている方、またなんかその家族の中で、帰国する方がいる方とかのお役に立てたらすごい嬉しいです、このビデオが。はい、また何か質問とかあればコメント欄に記入していただけるとそれに対して答えるので、はい、何かあったら
聞いてください。Okay, so then that's it for today. So I guess see you next time. Bye guys.